お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が開発した、機動して敵に突撃する砲兵、3号突撃砲を解説する。ドイツ国防軍の突撃砲シリーズの中では最も有名かもしれないな。そもそも突撃砲って戦車と違う存在なの？戦車と突撃砲との相違点や、わざわざ戦車とは異なる突撃砲なる新兵器が開発された理由等も含め解説をしていくよ。なお、ドイツ国防軍の1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、さらにはヘッツァー駆逐戦車から8.8センチ高射砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両や下砲シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。突撃砲ってヒトラーのアイデアだったの？いや、突撃砲の生みの親という呼称がふさわしいのは、第二次世界大戦で、連合軍にも名将として名を轟かせた軍人、マンシュタイン元帥だろう。マンシュタインは、突撃砲の開発当時はもちろん元帥ではなく、まだ参謀本部の大佐に過ぎなかった。当時、ヒトラーによる再軍備宣言により、エルサイユ条約に基づく監視の目をかいくぐって秘密裏に開発が進められていたドイツ国防軍の機構部隊は、そのエールが明らかとなり、公に拡充路線を突っ走っていた。その過程で、機構部隊を拡充して新たな師団をどのように編成するかの方針について、ドイツ国防軍内では複数の路線が競い合っていた。アップ主の見解としては、この路線対立をわかりやすく整理すると、3つの路線対立に整理できるのではないかと思う。3つの路線とは1つは、後年戦車将軍の異名を取る猛将、グデイリアンが推進していた、純粋な装甲師団の整備という方針だ。具体的には、ドイツ国防軍の有する装甲戦力はまだまだ大規模とは言えないため、この限定的な数量の装甲戦力を装甲師団に集中させ、数個の装甲師団に充実した戦車等を配備し、当該装甲師団を構成する部隊は押しなべて機械化するという構想だ。他の2つは2つ目は、戦車部隊に加えて、自動車化部隊や砲兵部隊も混合した軽量の機械化師団を編成する方針だ。この師団は、いわば歩兵師団とグデイリアンの構想する装甲師団の中間的な存在であり、グデイリアンは中途半端に装甲戦力を分散させることになるとして反対していた。反対は通ったのかな？いや、グデイリアンの反対はあったものの、この軽量の装甲師団は実際に編成され、実戦に投入されたが、思ったほどの戦果を上げることができなかった。そして、3つ目が、突撃砲を生み出す構想となったマンシュタインの方針案だ。具体的には、歩兵に随伴しつつ、歩兵の進撃に障害となる敵部隊を火力で排除できる、機動力に優れかつ装甲による防御を備えた火砲、すなわち突撃砲兵を要する歩兵師団を創設するという構想だ。突撃砲はそもそもの呼称が突撃砲兵だったの？突撃砲は見た目的にはバリバリの装甲車両なので装甲師団の戦車兵が管轄するかと思いきや、所轄は砲兵課だ。マンシュタインのこの構想にかかる意見愚信を陸軍総司令部は承諾し、晴れて突撃砲の開発がスタートした。試作車の製造にあたり、ドイツ国防軍は要望する仕様として、まず、車高に関して従来の戦車とは異なる仕様を要望した。従来と異なる車高。車高を低くするよう要望したんだ。具体的には、人間の背丈を超えないレベルで低くしてほしいという要望を出した。結果として、突撃砲は回転式の砲塔がない構造となり、車高を抑えることのできる車体になったが、この点が戦車との大きな相違点であり、これにはメリットとデメリットがあった。メリットとデメリットとは？まずデメリットとしては車界が狭くなって射撃範囲が狭まる点が挙げられる。回転式砲塔がないもんね。その代わり、戦車と比較して構造が簡易になるため、生産性において優れていた。特に戦時は、実戦配備のためにとにかく生産のスピードが優先される状況になるが、この生産性というメリットを突撃砲は先取りしていたと言えるかもしれないね。また、砲塔がないことで大口径の火砲の搭載が可能になるという点も挙げられるだろう。さらにドイツ国防軍は、全周に装甲を施すこと、
砲弾搭載のための車内容量の十分な確保などもしようとして要望した。ドイツ国防軍の発注を受けて、クルップ社とダイムラーベンツ社が製造に着手した。その際、車体として流用されたのが、その革新的設計によってドイツ国防軍の機体を背負った新鋭戦車である、3号戦車だ。当時は ZW と呼称されていたけどね。ZW ってどういう意味なの？小隊長車を意味する。いわゆる取得名称だ。試作車の設計段階では、搭乗員の生命身体を保護するため、戦闘室をオープン式から完全密閉式に変更するなどの試行錯誤を経て、試作車が完成した。この試作車は、装甲の関係でまだ実戦に投入できる代物ではなかったが、司法による射撃練習と機動訓練は可能だったため、ドイツ国防軍が新設した自動車化砲兵共同部隊に配備され、突撃砲の主要な目的である歩兵戦闘の直接支援という観点から、歩兵部隊も巻き込んでの訓練が早速開始された。突撃砲が順調に歩みを進めてるな。ところが、ここで突撃砲の実戦配備に至る工程に暗雲が漂ってしまう。どんな暗雲が？突撃砲の生みの親であるマンシュタインが権力闘争に巻き込まれて陸軍中央から左遷されたんだ。マンシュタインの突撃砲兵案を支持していた陸軍総司令部の首脳陣も退任し、新任の陸軍総司令官はマンシュタインの突撃砲兵案に冷淡で、その計画規模を縮小してしまう。この問題もあり、突撃砲は第二次世界大戦のポーランド戦役には配備が間に合わず、フランスを相手とする西方電撃戦でも十分な車両数を配備するには至らなかった。個人的なイメージだけど3号突撃砲や4号突撃砲は対ソビエト連邦の東方戦線のイメージがあるな。そういえばこの動画は3号突撃砲の解説動画だけど、マンシュタインが開発を主導したのは単に突撃砲って呼ばれてるの。当初は突撃砲、正式名称はもっと長いんだが通称として呼称されていたんだが、この突撃砲の全面走行をより強力にするなどの改善が加えられた。4号戦車の車体をベースにした4号突撃砲がドイツ国防軍により開発された。これに伴い、名称で区別する必要が生じたため、3号戦車をベースにしている従来の突撃砲の名称は、3号突撃砲となった次第だ。3号突撃砲は現場からの評価はどうだったの？西方電撃戦に多数の車両を投入することは叶わなかったものの、3号突撃砲は対フランス戦で現場部隊からの評価が高く、俄然量産が加速することとなる。その機動力で歩兵部隊に随伴し、敵の火力を制圧しつつ歩兵を支援する3号突撃砲は、心強い味方として、特に歩兵にとっては戦車よりも強い味方に移ったかもしれないね。この時期に量産されていた3号突撃砲は、いわゆる単砲身型だった。超砲身は考えてなかったの？もともとは歩兵戦闘を支援する目的の戦闘車両だったため、単砲身が適すると判断していたのではないか。この3号突撃砲の訓練用型、A 型、B 型から指揮官搭乗用としても使用できる E 型までのシリーズは、一貫して単砲身で開発されている。なお、装甲ハーフトラック等に登場していた指揮官が敵の砲撃により被害を受けることが多発したので、この3号突撃砲が指揮官搭載用に改造されたことは、人材の損耗が次第に激しくなっていったドイツ国防軍にとって、優位な改造だったと言えるだろう。3号突撃砲が超砲身になったきっかけは何？独ソ戦をきっかけに、ドイツ国防軍は3号突撃砲を超砲身化して、対戦車戦闘の能力を備えさせる方針を決定する。この攻撃力増強により、3号突撃砲はソ連軍の戦車に多大な損害を与えることになる。さて、以上の通り、3号突撃砲の前編の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、日本海軍の頭脳を養成し続けた、知られざる数量機関、
海軍大学校を開設した動画です。山本五十六や南雲忠一など、名だたる海軍将官らが海軍戦術のイロハを叩き込まれた学び屋にして、大規模な兵器演習場では海軍の使命を決する作戦が事前にシミュレートされる重要な場でもありました。対米戦に突入する前に山本五十六の主導の下で航空作戦にかかる兵器演習が実施され、海軍首脳部らが固唾を飲んで日本海軍の行く末を見守る海軍大学校での局面は手に汗を握るな。意外と知られていないが、対米戦に突入するか否かの判断に際して、海軍大学校は日本海軍の意思決定に重要な役割を果たしたと言えるだろうね。また、海大の入試問題も個人的には面白い。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。